こんにちは。 RPG トリップへようこそ。このチャンネルではロールプレイングゲームのように経験値を上げてレベルアップしていく過程を発信しています。見ている皆さんにもパーティーの一員のように一緒に旅をしている気持ちになってもらえたら嬉しいです。今回はタイ旅行10日間の3日目、コンドミニアムを拠点にリバークルーズや圧巻の食器店、高級ショッピングモールを楽しみます。それでは今日も冒険に出発しましょう。本日は洗濯からスタート。小さなベランダに折りたたみの物干しもあってありがたいです。おはようございます。3日目の朝です。今日はセブンイレブンの高かったサンドを買って外入って楽しみにしてたアウトレットの食器屋さんに行きたいと思います。お腹の調子があんまり良くなくて来るとかなでサンド、とりあえずハムチーズ、カルボナーラも美味しいって聞いたんですけど、チーズ。サワディーカー。please。セブンイレブンでは合計金額が200タイバーツを超えないとクレジットカードが使えません。ホットサンドはレジですぐ焼きたてにしてくれます。食パンタイプもありますが、これはクロワッサンタイプのデニッシュ生地で、焼きたてはサクサク、チーズがとろりで39パスタを思えない驚愕の美味しさでした。いつもの通りを歩いて BTS の駅へ向かいます。朝は曇っていたけど、だんだんと天気が回復してよかった。プンナビティ駅へ到着しました。今日行く食器の2軒のお店へは BTS の麻生区駅から直結の MRT スクンビット駅で乗り換えて向かいます。 MRT はビザマスタータッチで乗車できるのですが、なぜかプリペイドのハンドルカードが使えず、ワイズは OK でした。ラックゾーン駅に到着しました。駅の改札を出たら地上には降りずに、そのまま駅直結のスカイウォークを左に折れて道沿いにまっすぐ進みます。左手に見える駐車場から道に出ることができるので、日に当たることなく半分ほどの道のりを進むことができます。昨日の夜データ移行せずに寝てしまって、朝データを入れるのがよくわからなくってもたもたしてる間に、今時刻は11時20分。今日は本当はたらに行く予定だったんだけど、ちょっと間に合いそうにないので、急遽フルーツ市場にこの後行こうと思ってます。いい感じ。今日のバンコクは31度ですが、風があるのでそんなに暑くない。でも歩いてると汗がすごいんだよね。これが多分駐車場に続く道って言ってた道。とにかくね、すぐ Google 上では1分って書いてあったけど、そんなバカなだよね。楽しみです。荷物になるから置いてったんですけど、やっぱり日傘持ってくればよかったな。日中は日陰のない場所を歩くことになるので、日傘は必須でした。暑い。駐車場を出て5分ほど歩いていると、左手に目印の看板が見えてきます。コンドミニアムを出て1時間20分、やっと目的地に到着しました。郊外ののんびりした風景から想像のつかない、まるで洗練された植物園のようなエントランスが現れました。
正面の入り口は別でしたが、この時は気づかず、併設のカフェの入り口から入店。天井が高くて開放感のある日の光でいっぱいの素敵なカフェ。後で絶対やることを誓って店内に入ると、思わずここは天国という声が漏れてしまいました。見てください、圧巻のグラスたち。良い意味でタイっぽくないデザインのグラスたちはお値段も手頃。同じデザインがいつもあるとは限らないようなので、お気に入りを見つけたら購入することをお勧めします。店内は冷房がなく扇風機のみなので、暑さ対策もお忘れなく。厳選に厳選を重ねて自分へのお土産とレベルアップした時のお宝としてグラスを購入しました。花瓶と水差しかな。高級感のあるデザインでやっぱりお値段は手頃なので買いたい気持ちはありますが、持ち帰りの難易度が高すぎるな。このオレンジのポコポコした花瓶、買って帰ればよかったなって後でちょっと後悔しました。このシンプルな花瓶は日本円でだいたい450円。安すぎませんか。歩き疲れたのと暑い店内で興奮してしまって喉がカラカラです。併設のカフェで休憩します。朝入りのすっきりした味わいのアイスコーヒーが心と体に染み渡りました。次の目的地のマナーアウトレットへは徒歩だと遠回りで36分、車だと2分なので、さすがにグラブを呼んで向かいます。こちらも楽しみにしていた巨大なキッチン用品のアウトレットを扱うマナーアウトレットに到着しました。見てわかる通り、鉢が見えないほどの大きな店舗内には、家庭で使われるものからレストランや屋台などで使われている業務用品が所狭しと並んでいて、また違う天国に興奮が収まりません。カラフルなイタリア料理が似合いそうな食器からタイの三大焼き物も揃っていて、頭や時間がどんどん溶けていきます。こちらのお店も冷房はないので暑さ対策は必須。タイならではの放浪食器の品揃えも豊富でしたが、金額はチャトチャックなどの市場と大きく変わりません。一度にいろいろな食器が見たい人にはおすすめです。私はタイの屋台でよく見るガラスの調味入れセットやホーロー鍋、ホーロー食器などを購入。中心部から少し離れているので移動と暑さは大変でしたが、バンコクに来た時にはイースタングラスマニファクチュラーとマナーアウトレットは必ず訪れたい場所になりました。マナーアウトレットから徒歩10分のバンケイ市場にフルーツを買いに向かいます。アーチ型のバルコニーを持つカラフルなシノポルトギース様式のショップハウスを見つけてしばし写真タイム。サイクロークの発酵初めて見た。バンケイ市場は観光客のあまりいない地元のマーケット、故にフルーツが安いという情報があります。時間が遅かったせいか閉まっているお店が多かったのですが、目的のフルーツは安価なものがまだたくさん売っています。住んでいる方の生活の様子が伺えるローカルマーケットが私は大好きです。1キロ30バーツの激安マンゴーを見つけて迷わず購入。市場の外の通り沿いもお店で埋め尽くされています。初めてのロンガンも購入しました。今朝通った道のりを帰って一度荷物を置きにコンドミニアムに戻ります。コンドミニアムに戻ったら予約しているディナークルーズの時間が迫っていたので BTS とクラブタクシーで向かうことにしました。電話しながら運転はタイタクシーあるあるです。クルーズ船の乗り場があるアイコンサイアムに到着しました。今回のサンセットクルーズはクルックで予約したのですが、チェックインポイントの地図もあって分かりやすく、
事前にメールで送られてきた e チケットを見せると簡単にチェックインできました。受け取ったシールは乗船時に見える場所に貼っておきます。クルックでの予約方法はショート動画にまとめましたので、よろしければご覧ください。乗船まで時間があったので、ずっと飲みたかったロンガンジュースを飲みながら待つことにします。少し癖があるけど甘くて私は好き。昼の噴水ショーも見られてラッキーでした。私が乗船するクルーズ船が到着しました。乗船してチケットを見せると、あらかじめ予約された席に案内されます。別料金のアルコールもありましたが、ビールは飲み放題です。メニューは多国籍で、味はまあまあといった感じ。フルーツやちょっと名前のわからないデザート、上の段のブルーとグリーンの餅美味しかったです。ゆでエビが一番美味しかったかな。著作権的に音は出せないのですが、船上ではずっと懐かしい洋楽の生歌が流れています。ワットアルンが見えてきました。この日は雲が多くて、期待していたサンセットとワットアルンは見られませんでしたが、それでも荘厳な美しさに心が奪われます。ディナークルーズといえばの橋の下くぐり、これはどの国でも共通で盛り上がりますよね。ぼっちで参加している人を多分私ともう一人しかいなかった。日が少し陰ってきて、美しくライトアップされたアジアンティック前を通過します。クルーズの時間は1時間45分。あっという間にアイコンサイアムに戻ってきました。アイコンサイアムはバンコク随一のラグジュアリーモール。ハイブランドからタイの伝統を感じるフードコート&マーケットエリアスークサイアムまで、ショッピングはもちろんテラスからの絶景や噴水ショーまで楽しめる大型ショッピングモールです。京都初なのになぜか海岸に店舗が多いアラビカもなんだか高級感がありますね。タイの若者の間で相変わらずの人気なジェントルウーマンで、狙っていたトートバッグと視聴者プレゼントのお宝も購入。何を購入したのかは Day5 のショート動画で発表するのでお楽しみに。無印でしょう。ロフトも高島屋など日本の店舗もたくさんあります。バス&ボディワークスはビクシーと同じ香りのボディクリームが安くておすすめです。今っぽくデザインされたタイの民芸品や人気スポットソンクワットにある雑貨店の商品も並んでいます。持って帰れないけどインテリアも可愛かった。持って帰れないけどね。タイスイーツを求めて楽しみにしていた G 界のスークサイアムへ。アイコンサイアムのフードコートとマーケットエリアであるスークサイアムはタイの水上マーケットをイメージして作られているそうです。ディナークルーズでお腹いっぱい食べているので、軽く食べられるタイスイーツを探します。タイでスイカジュースはマスト。韓国でハマったスイカジュースは夏しか飲めませんが、常夏のタイでは一年中飲めて安いのが最高です。スイカ本来の甘さだけですっきり飲みたい方は簡単にノーシュガープリーズと伝えてください。大好きなマンゴスチンは時期じゃないので高すぎて断念しました。旅中にカロリーなんて気にしてられるかとばかりに2回目のカオニャオマムアンは綺麗ですがモール価格で屋台よりお値段はお高め。結局食べきれなくてテイクアウトしました。アイコンサイアムの締めくくりは特別なスタバへ。こちらのスターバックスはテラス席からの絶景が有名です。タイ限定グッズの品揃えも豊富な大きい店舗。夜に訪れたので夜景がとても綺麗でしたが、昼のチャオプラヤー側のパノラマビューも見てみたいなと思いました。私が注文したのはここだけの限定メニュー、アイスライチチャイティー with アールグレイゼリーです。とっても映えてますが味はまあまあといった感じ。最上階にはルーフトップバーがありました。ここも来てみたいな。
タクシー乗り場が引くほどの混雑。もちろん私はいつもの電車で帰宅しました。最後までご視聴ありがとうございました。第10日間 Day4 ではグラブフードで宅配にチャレンジ、偶然訪れた駅での嬉しいハプニングとヘムスフィアでのショッピング、夜は人気のジョットフェアでナイトマーケットを楽しみます。次回もぜひ一緒に旅しましょう。